続いて、関数と型について、やっていきたいなと思います。まずは型について説明していきます。この辺は前回やった話なので簡単に復習すると、型っていうのはどういう種類の値かを表すものになっていますと。整数、不動小数点数、新義文字列とかですね。で、変数の型というのはどういうことかというと、変数にどういった種類の値が入るものかを表したものになります。で、動的片付け、静的片付けがあって、動的片付けはプログラムの実行時に型の検証を行って、静的片付けはコンパイル時に型の検証を行うものになります。で、Go の静的片付けはですね、まあ、実行前に、静的片付け言語はですね、実行前にですね、型の不一致を検出できますと。また、Go の静的片付けはですね、こういった1プラス、文字列の2みたいなやつをこうコンパイルエラーにしたりとか、あとは、不動小数点数と整数の変数の演算とかをコンパイルエラーにしたりとかします。あとは型推論とかがあって、明示的に型を書く必要がない場合が多いです。で、最初から使える組み込み型、こちらも、やったかなと思いますけど、整数が、int、int8、int16、int32、int64 という形で、ありますと。この8、16、32、64とついているのは8ビット、16ビット、32ビット、64ビットというものになります。で、そうですね、イントって何もついてないやつですね。そのマシンによって変わるやつですね。32ビットマシンだったら32、64ビットマシンなら64って感じです。U ってついてるのはアンサインドイントです。負の数は使わないというやつですね。それと同じだけ、64ビットまでありますと。UINTPTR はポインターの演算をするための型ですと。基本的に使わないですけど、アンセーフパッケージを使って、この UINTPTR にキャストすることができるので、変換することができるので、それで演算を行ってまたポイントに戻すみたいなことをやります。この辺はちょっとかなり高度な話なので、このコファード上ではあんまり、積極的には扱わないですと。あとはバイトが、int8 のエリアスになっていて、ルーンが、1文字。1文字というか1コードポイントを表します。ユニコードに1コードポイント。つまり大体1文字ですね。1文字じゃない場合もあります。あとは不動小数点数ですね。フロート32、フロート64。複数もフロート64、フロート128です。コンプレックス型は、複素数の場合は、実数部、虚数部がそれぞれ32ビットの場合がコンプレックス64。コンプレックス128は、実数部、虚数部がそれぞれ64ビットの場合ですね。で、文字列がストリング、新一がブール、エラーですね。エラーについてはまた後で、詳しくやります。はい。ちょっとキャストって言葉を先に使っちゃいますけど、型のキャスト。型のキャストっていうのは、ある型から別の型に変換することを指します。例えば、ここに上がっているのは変数 V を、T 型にキャストするということをやっています。ちょっと関数呼び出しに似ていますが、ここに、型を書きます。で、その後ろに丸括弧を書いて、その中にキャストしたい変数とか、あとは式とかでも大丈夫です。何かしら、書いてください。式とかというか式が使えますね、ここには。なので変数も大丈夫ですし、v プラス1みたいなこともできます。関数呼び出しをここに書いても大丈夫です。で、キャストできない場合はコンパイルエラーになります。例えば、ホゲという文字列をですね、リテラルで書いたホゲという文字列をイント型にキャストしましょうという場合は、これはできないので、実行時エラーじゃなくてコンパイルエラーになります。はい。で、動くもの下に書いてますね。フロート64を、フロート64で変数 f を定義して、それに10を入れています。その10を、その f という変数をイントでキャストして、で、それをさらに n という変数に入れています。こんな感じでキャストします。はい。ちょっとここは、いつもやっているので、この問題はやろうかなと思いますけど、この問題わかる方いますかね。ちょっと分かった方はですね、コメントで、まず
コンパイルが通るかどうか。次にこう通らない場合はどこでコンパイルが通らないかですね。まあ、1行目、2行目、3行目、4行目、5行、6行目、7行目、8行目、9行目という形で、まあ、例えば3行目のこれがダメですとか、そういった形で言ってもらえると。どなたか分かる方いますか？コンパイル通らないという方がいますね。サムがフロット64サムに、ここかここをこれにするといいですよという話。うんうんうん。そうですね。皆さん大体合ってますね。はい、実行してみましょう。さっきとちょっと行数若干ずれましたけど、まあ、ここの部分でエラーがありますと。で、なんでかっていうと、AVG が、イントで、4.5が、まあ、不動小数点数だからですと。で、AVG がなんでイントになっているかをちょっと詳しく説明すると、まず SUM は、まあ、明らかにイントって書いてるので、イント型です。なので、当然、5プラス6たす3も、これも、定数、型なしの定数の定数式ですけど、まあ、左辺がイントなので、これもイントになりますと。そうすると、AVG は、ここ型が書いてないので、型推論の結果が、AVG の型になります。で、型推論は右辺の型から推論するので、右辺の型を考えていきましょうと。まずこの3。この3は、で、型なしの定数3なので、これは相方に全てを委ねていますと。で、相方のサムはですね、今見た通りイントですと。イントと型なしの定数の演算はイント型になります。そのため、右側の右辺がイント型になるので、AVG もイントになります。そうすると、ここがイントになって、イントと不動小数点数、しかも小数点を含む値の比較をやってしまうとですね、ここの 0.5 がトランケートされてしまうので、これはダメですよねと。精度がおかしくなってますので、勝手にそんなことはできないよということでコンパイルエラーになりますと。で、これを解決するためには、まあ、AVG をフロート64に、キャストするのもありなんですけど、そうすると、この、まあ、例えば、まあ、こうやればいいんじゃないかと思う場合もあるんですけど、まあ、一応これコンパイル通りますと。コンパイル通るんですけど、まあ、これはあまり良くなくてですね、なんでかというと、計算の後にキャストするよりかですね、前にキャストしないと、計算結果が変わってしまう可能性があります。イントにの状態で割り算してしまうとですね、小数点数以下が切り捨てられるので、こうすると、ちゃんとグッドって出ますね。ここでフロート6円にすると、これがグッドにならないですね。という形で、いきますと。こんな形で、なんか、勝手にこの、イントと不動数点数の演算をできるようにしたりとかは Go の場合はしないです。必ずキャストをすることによって型を合わせてから演算をしてくださいというのが、Go のやり方です。これは非常にめんどくさそうに思えるんですけど、実際これが積み重なると、謎のバグとかに悩まされることがだいぶ少なくなります。型によって安全なことを保証してくれているので、非常にやりやすいですと。じゃあ次に行きましょう。これは、これはちょっと、ご自身でやっていただければいいかなと思いますね。新立表を埋めていく作業ですね。はい。いい問題だな。ありがとうございます。続いて、組み込み型だけでプログラムを作ることっていうのは非常に難しいですと。理由としては全部組み込み型はですね、スカラーというか、一つの単一の値でしかないからですと。例えばクラス全員のテストの結果を集計しようみたいな時に1個ずつ変数作ってたら大変ですよね。なので、Go にはですね、他の言語にあるようにコンポジット型と呼ばれるものがあります。コンポジット型っていうのは
複数のデータ型が集まって一つのデータ型を形成しているようなものになります。で、その集まり方によっていくつか種類があって、構造体、配列、スライス、マップの4種類があります。構造体については、型の異なるデータ型を集めたデータ型。配列については、同じ型のデータを集めて並べたデータ型ですね。で、スライスは配列の一部を切り出したようなデータ型になっていて、マップはキーと値をマッピングさせたようなデータ型ですね。で、コンポジット型のゼロ値。コンポジット型についてもゼロ値という概念が存在します。ゼロ値って何だったかなと思う方はですね、思い出してほしいんですけど、Go の変数はですね、必ず何かの値で初期化されています。イント型の場合は0、文字列の場合は空文字、ブールの場合はフォルスになっています。それぞれのその初期値のことをゼロ値と呼んでいます。なので、Go の変数は必ずゼロ値によって初期化されているということなので、当然コンポジット型についても初期化される。ゼロ値で初期化されますと。で、コンポジット型の、ゼロ値はですね、1個に決まっているわけじゃなくて、それぞれその、型によって、値が変わりますと。構造体型はですね、ゼロ値はフィールドがすべてゼロ値。で、配列の場合は要素はすべてゼロ値。で、スライスとマップについては 2になっています。で、ざっくりどんな違いがあるかというと、構造体と配列についてはですね、メイクという関数で初期化する必要がないので、ゼロ値が、ちゃんと決まってますけど、スライスとマップについては、ちょっと初期化が特殊で、なんか初期化するために材料がいるようなデータ型になるので、nil に初期値がなっています。はい。で、コンポジット型をちょっと説明する前に、型の表現の方法について、一つ紹介しますと。型リテラルという、表記の仕方ですね。リテラルというのは、名前が付与されてなくて、そのまま書き下したというような、そういった意味になります。皆さんがすでにやってるのは、整数リテラルとか、文字列リテラルとか、そういったものだと思います。文字列リテラルについては、文字列をそのまんま書き下したようなものになってたと思います。で、型リテラルについては、型の具体的な定義をですね、書き下したような、書き方になります。今まで出てきたイントとかはですね、名前を指定して型を表現してましたけど、この型リテラルというのはですね、名前ではなくてですね、その型がどんなものかというのを書き下して表現しています。例えば、スライスというデータ型がありますと。で、スライスっていうデータ型を、表現するためには、まず、先頭にですね、この鍵括弧をつけます。で、ここ間スペースとかなしですね。で、後ろに、そのスライスの要素となるようなデータ型を書きます。そうすると、これが全体でイントのスライスというデータ型を表現しています。マップについても、マップを表すマップというキーワードの後ろに鍵括弧で、キーの型で、鍵括弧の後ろに、バリューの型を書きます。これで、このマップからこのイントの t まで、ここの塊が、キーがストリングで、バリューがイントのマップを定義、マップの型を、記述している感じになります。こんな感じで、型リテラルというのは、結構コンポジット型の表現とかに使われることが多いです。またはユーザー定義型とかでも使えますと。要するに型が書けるところでは、型リテラルで表記することが可能という感じになります。はい、ここで、構造体の説明に移っていきたいと思います。構造体はですね、型の異なるデータ型の、変数みたいなものを集めたデータ構造になります。で、集めてきた変数はですね、それぞれ、フィールドと呼ばれますと。この下の例では、構造体 P はフィールドネームと H を持つという感じになります。それぞれのフィールドはですね、型が異なっても良いですと。型が異なっても良いという場合はですね、大体この数学とかプログラミングの話の場合は、じゃあ同じでもいいってことねという話になります。
同じ場合、同じものは絶対にダメ、異なる場合だけ OK みたいなことはあんまりないので、異なっても良い場合は同じ型でも OK ということが多いです。フィールドの型には組み込み型以外も使えます。当然コンポジット型、ユーザー定義型も使えます。当然型リテラで、フィールドの型を表記することも可能です。で、このバー P ストラクトっていうのはですね、この構造体の、型リテラはですね、このストラクトというキーワードで始まって、中括弧を書いて、そこの中括弧の間にですね、開業ありきで、フィールドの一覧を書きます。フィールドの一覧は、先頭に、フィールドの名前、その後ろに型を書きます。ここでは出てきてないんですけど、後ろにさらにタグというものを書くこともできます。はい、続いて構造体リテラルですね。さっきの構造体の型リテラルの話ですね。次説明するのは構造体リテラルの話です。構造体リテラルっていうのはその構造体自体をですね、書き下して書いたものになります。書き方としては、構造体型があって、フィールドのリストを書きます。で、構造体型をですね、まず型リテラルで書くとこんな感じになりますね。さっきと一緒ですね。ストラクト、ネーム、ストリング、エイジ、イントと。このストラクトの S からこの中括弧の終わりまでが、ここの部分が型を表します。これですね、この部分。で、その後ろに中括弧を書いて、その間にフィールドのリストを書きます。フィールドのリストはこれとこれとかですね。ネーム、コロン、ゴーファー、エッジ、コロン、10みたいなやつですね。こうすることによって、ネームとエッジというフィールドを持つ構造体で、かつネームにゴーファー、エッジに10が入っている、値をここで生成しています。生成しているというか、そういった値を表現しています。はい。これを見て、うってなった方ですね。多分、結構うってなる方多いと思うんですけど、なんでうってなるかっていうと、多分文法でちゃんと捉えてないからかなと思います。まず、最初のこの書き方でうってなった方はですね、ちょっとすでに Go を勉強しているのかもしれないですけど、変数定義というものが、まずこういう文法になってますと。バーっていうのがキーワードが来て、後ろに変数名が来て、その後ろに型が来ますと。で、型って言ってるのは、型名でもいいですし、型リテラでも OK ですと。実際 Go の言語仕様を見るとそうやって書いてあります。ちなみに丸括弧でくくった型でも OK です。で、文法がこうなっている場合、この下の2つっていうのは文法上ほとんど変わらないですね。バーがあって、変数名があって、後ろに型があると。バーがあって、変数名があって、後ろになんか海洋区切りででかくなってるけど、この赤いところが全部型を表します。構造は全部2つとも一緒ですね。構文上の構造は一緒になっています。なので、一見なんか難しい記述方法でも文法上そんな変わらない場合があるので、文法をしっかりと抑えるっていうのは、プログラミング言語の理解を進める上でそんな悪いことではないかなと思います。文法になってもしょうがないですけど、ものを作りながら、文法もある程度同時に学ぶっていうのがいい方法かなと思います。なので、ゴーファード長は結構文法について、着目して説明することが多いですけど、わからないことがあったら、ぜひ聞いてください。わかりやすい。ありがとうございます。さて、構造体の話に戻すと、構造体として複数の変数を集めてきて、フィールドと呼んで、一塊にしたのはいいけど、それぞれのフィールドにアクセスする場合にはどうしたらいいのかというと、ドットというものを使います。ドットを使うと p.h にすると、構造体 P の H というフィールドにアクセスするという形になります。ネームについても p.name でアクセスできます。で、p.h++ とかすると p.h イコール p.h プラス1みたいな形になります。ちなみにC 言語をやったことある方向けの情報として、知らない人はふんぐらいで聞いていてほしいんですけど、もしも構造体の定義がポインタである場合、C の場合はアロー演算子を書いたと思うんですけど、Go の場合はドットで同じようにアクセスできます。
続いて配列に移りますと。配列は、こんな感じで、同じ型のデータを集めて並べてきたような、データ構造になっています。並べたって何なのかというと、ここの下の例のように、10、20、30、40、50というデータをバーッと並べてですね、それぞれにこうやって添え字をつけて、連番の値をつけて、一連のこの塊として扱うのが、配列になります。で、ちょっと Go の配列は、ちょっと他の、言語の配列と若干異なるところがありますと。要素の型が全て同じというのは、他の、静的片付けの言語では大体そうですね。もしかしたら、その静的片付けの言語じゃない場合はですね、どんな型でも、一緒くたに扱えるかもしれないですけど、Go とか、Java とかに関しては、配列は、同じ型の値しか扱えませんと。なので、こうやって書いたら、要素はイント型しか来れませんよということになりますと。で、ここがちょっと大きく異なる点で、要素数が違う別の型。これ何のこと言ってるかというと、Go の配列はですね、固定帳配列です。可変帳配列ではないです。かつ、このインこれで長さ5のイントの配列という型を表すんですけど、この長さ5という話もこの型の情報に含みます。なので、長さ4のイントの配列と長さ5のイントの配列、一緒に演算することはできないです。要するに代入ができないです。なので、この ns という変数に長さ4の配列を代入しようとすると、ns の型は長さ5のイントの配列なので、長さ4のイントの配列っていうのは入らないです。なので、要素数が違えば別の型っていうのはそういうことになります。で、固定帳なので要素数を変更できません。で、型は型リテラルでこうやって書くことが多いですと。もうなんかすごい Go の配列で使いにくそうと思うかもしれないです。固定帳の配列っていうのはあまり、見かけないと思うんですけど、ちょっと、ややこしいですけど、Go の配列は固定帳になっています。ただ、Go の配列っていうのは、そんなに、使うことはないです。なんでかっていうと、次で扱うスライスを使うことが多いからですと。ちょっとスライスの話の前にですね、配列の、いろいろリテラルとか初期化について見ていきたいと思います。まず、この配列の0値の場合はですね、全部、要素が0値で初期化されたようなものですと。この要素5のイントの配列の場合は、要素が5つあって、で、それぞれの要素が全部0で初期化されているという状態です。はい。続いて、配列リテラルで初期化。配列リテラルで初期化する場合は、型を書いて、中括弧書いて、要素の値をバンバンバンと並べていきますと。長さが5なので、5つ要素を、並べていますと。で、勘のいい人はお気づきかもしれないですけど、ここに5って書いて、ここに5個並べるっていうのはなんかこう、アホらしいですよね。5個並べたんだから、吉名にやってほしいと思うかもしれないです。この吉名にやるのがこの点々点という記号です。10、20、30、40、50って5つ並べたら、ここに5って書いたのと一緒に、これと一緒ですね。になるような書き方になります。これは、リテラルで書くとき、配列リテラルで書くときしか有効じゃない文法になりますけど、推論してくれますと。で、ちなみに、ここ点々点にした上で、5番目だけを50、10番目だけを100、0番目から始まるとしてですね。にして、残りは全部0値で埋めるみたいな書き方もできます。こうすると、勝手に要素11の配列ができます。これが一番端っこですからね。添え字10のが一番右端なので、そうすると、添え字は0から始まるので、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10って数えると11個要素があるので、この点々点にしてるので、要素11の配列ができます。で、
この書き方なんか見たことあるなーっていう人は、かなり文法をで理解してる人かなと。この書き方、実は構造体のリテラルの書き方と非常に似ていますと。型があって、なんかあって、コロンがあって、カンマで区切られてますね。この書き方とこの書き方、非常に似てます。実は Go の文法上では構造体リテラルと配列リテラルの書き方っていうのは、ほぼ一緒ですと。ほぼ一緒というかまとめて定義してあります。なので一緒ですね。文法上同じですと。型があって中括弧があって要素を並べるという書き方が両方ともできますし、フィールドの場合は構造体の場合はフィールド名ですけど、配列の場合は添え字を指定してコロン書いて値を指定するということもできます。なので構造体の方もこの場合フィールド名指定していると思うんですけど、フィールド名省略することもできます。省略するっていうのはほとんどやらないのであんま見かけないので、なんか別々の文法っぽいですけど、実は同じ文法です。コンポジットリテラルと呼ばれる文法で書いてあります。ちょっと本当かなと思う方がいるかもしれないので、見ておきますと、ゴーランゴールグ行ってもらって、ドキュメンツ行ってもらって、ランゲージスペシフィケーションっていうスペックが書いてありますと。で、この中にちょっとちっちゃいですね。コンポジットリテラという文法が記載されています。で、コンポジットリテラというのはコンポジットリットってやつですね。で、リテラルタイプ、リテラルバリューと。リテラルタイプが、ストラクト、アレイ、鍵括弧あって点々点があって、エレメントタイプがあるようなやつだったり、スライス、マップ、あとも型名っていう感じで書いてあります。なので、ストラクトとアレイ、一色単にこうやってコンポジットリテラルという形でリテラルの文法が定義されています。で、リテラルバリューのところにさっきのこの中括弧があって、エレメントリストがありますよと。エレメントリストっていうのが、キードエレメントっていうのが繰り返して、キードエレメントっていうのは、省略、この鍵括弧がですね、省略できるという意味なので、キーを書いて、コロンを書いて、エレメントを書く、要素を書くと。で、鍵括弧ついてるんで、別に、キーコロンみたいな、フィールド名コロンみたいなのがないと、いうのが、省略できるという感じですね。で、キーについては、フィールド名、式、リテラルバリュー、これですね。っていうのができますという形になっています。という形で、文法上は、一緒のように、扱われています。なので、文法をおろそかにすることなかれみたいな感じですね。文法を知ってるの何がいいかっていうと、覚えることが少なくて済むんですよね。なので、これ書けるかなって考えずに、これ文法上こうなんだから絶対こう書けるでしょうという頭になるので、両方両軸で実際に書いてみるということをやるのと、文法を学ぶというのは両軸でやった方がいいかなと思います。英語とかと一緒ですけどね。はい。で、配列の操作ですね。こうやって初期化して、NS を初期化してあげると、要素5の配列ができますと。で、要素3の、ところに添え字を使ってアクセスしたい場合は鍵括弧書いて3って書きます。そうすると、0、1、2、3なので40が返ってきます。で、添え字は別に、変数でも良いです。変数でも良いし、式でも OK です。で、長さ。長さっていうのは、len っていう組み込み関数を使います。len に配列を渡すと長さが返ってきますと。で、最後のスライス演算。これは配列からスライスを作り出す演算になります。スライスについては次で説明するので、このスライス演算についても次に説明しますと。スライス。スライスはですね、結構、初見だとちょっと難しいデータ形式になるんですけど、Go では配列を直接扱わずにスライスを経由で配列を扱うことが多いです。なので、入門書とかそういったもので、
配列って書いてあるやつは、大体スライスのことを指していて、間違いなことが多いです。なので、Go のブログとか見るときにですね、用語をちゃんと使ってるかっていうのは結構大事なポイントになりますので、眉唾物のやつはですね、大体スライスのことを配列と呼んでたりするので、その辺ちょっと指標に使うのもいいかなと思います。ちゃんとしたブログの記事とか、そういったものはですね、ちゃんとスライスはスライス、配列は配列で分けて、書いてあります。で、ちょっと本題に戻って、スライスの話に移りたいと思います。ちょっと多分スライスの話で一旦休憩になるかなと思います。スライスはですね、スライスを作り出すためには、まず、配列を用意しますと。で、配列の、1番目の要素から3番目の要素の1個手前、要するに2番目の要素までを、切り出していきますというのがこのスライス演算です。要するにこういった10、20、30、40、50という配列、この NS と同じですね、の1番目というのは0、1なんで、ここからです。で、3番目の1個手前、ここまでを切り出していくと。なんで3って書くのか、なんで2じゃないのかっていう思う人いるかもしれないですけど、大体プログラムの場合は、後ろの方は、プラス1の値で書くことが多いです。それはその変数で扱ったりとかする場合に、こっちの方が、都合がいいから。0から始まるのと同じような理由ですね。なので、1個手前までを切り出します。そうすると、この後ろが3で、こうかけるとですね、次のこの、ちょっとこの質問は後でちょっと回答しますね。この、今度は3から始めるって場合はですね、3コロンで始められますよね。なので、うまく境界が、無駄にプラス1とかせずに表すことができるので、後ろの方はだいたい1多めに記述して、その1個手前という意味になります。3を含まないというのが多いですね。ちょっと話それましたけど、1コロン3で書くと、1から2までを切り出していきますよと。で、切り出すって何のことを言ってるかというと、まず、この3つの値を、スライスの内部で持ちますと。どういった値かというと、この切り出してきた部分の絵のポインターですね。ポインターというのはその場所を表すものですと。ここを見てますよって、こういう矢印みたいなイメージでいいと思いますけど、この部分を見てますよというやつですね。で、さらに、あと、レンとキャップという値を持ちます。レンについては長さですね。で今、1から3まで切り出してきたんで、1、2の、ここの2つですね。2つなので、長さが2です。なので、2ですよと。で、このキャップの4っていうのは、このポイントで指しているここの部分から、この後ろにある配列、スライスの背後にある配列の一番後ろまでの長さがどれぐらいあるかというものになります。キャパシティなので容量になります。要するに、このスライスをこの後ろまでどんだけ拡張できるかという、そういった値になります。この場合だと、後ろにあと2つあるので、長さ4まで拡張が可能そうですよね。なので、キャパシティが4になります。で、実際にこの後で説明しますけど、アペンドという関数を使って後ろに拡張していくことが可能です。で、スライスについてはですね、要素の型は全て同じです。後ろに配列があって、それの一部を見ているので、当然そうですね。スライス自体は、こういった10、20、30、40、50という値を持たないです。あくまで3つの、3つのこの値しか内部では持ってませんと。で、要素数は型情報に含みません。要するに、イントのスライスだったら、長さが1でも2でも3でも同じですと。同じ型になりますと。必ず背後に配列が存在します。で、ちょっと質問に答えますと、フォーレンジを使うとき、インデックスを取得してアクセスする場合と、値を取得してする場合、どちらが良いのでしょうかと。コピーできる。コピーできそう。
ちょっと今説明していることと若干ちょっと、異なりますけど、これ、こうやってインデックスでアクセスする場合と、さっきのフォーレンジ使って値をやる場合、どっちがいいですかという話ですけど、どっちでもいいです。どっちでもいいですけど、気をつけてほしいことが1個あって、例えば、これが今、ストリングだとそんな難しくないんですが、これが、ストラクトで、なんか、n、イントみたいな形であったとします。それのスライスだったとします。そうした場合に、そうですね、V に変えましょう。うん。これも大して差がなさそうな雰囲気しますよね。はい。で、ここちょっと表示じゃなくてですね、スライスの i イコールで n を、10倍してみましょうと。そうしてスライスをちょっと出してみましょう。ちょっとややこしいんで、下のやつをちょっとコメントアウトしておきますね。はい。10倍されてますね。じゃあ、続いて、インデックスじゃなくて、コメントアウトして、今度は V を、V の N をこうやって10倍しましょう。出力が点々するとかぶってます。ちょっと消えますね、シュッと。さっきです。もう一回見ましょうかね。ごめんなさいね。もう一回見ますと、これですね。見えますかね。ごめんなさい。私でめっちゃ隠してましたね。はい。じゃあ、100倍されてます。じゃあ、次、下の方やってみましょうかね。はい、こうすると、10倍されてないです。さっき10倍したじゃんと思うかもしれないんで、一応こう見ときましょうね。はい、これは10倍されてますね。ちょっとなんか、あれ、要素の n をそれぞれ10倍してるけど、10倍になってないぞってなるかもしれないです。これをですね、また後のポイントのあたりで説明しますけど、このスライスの要素を全部V に入れる際にコピーが発生しているため、コピーした値に対していくらフィールドの値いじったとしても、元のスライスの方の値には影響ないからです。なので、構造体とか使う場合はですね、このどっちするかというのはちゃんと違いを認識してやった方がいいですと。はい。ここにもコピーコストって書いてありますけど、コピーのコストはありますと。で、こうやって書けるんだったら、こうやって書いてもいいと思いますし、これでもいいと思います。なんでかっていうと、プログラミングする上でですね、あまりにも最初に、その、コストのこと、パフォーマンスのことを考えるべきではないと思います。パフォーマンスについて考える場合は、必ず、その、必ず計測してから、想像して、こっちの方が重くなりそうだからこっち書こうみたいなことをせずにですね、必ずベンチマーク取ってから、
こっちの方がやっぱり良かったよね、ということをやってください。少なくとも問題が発生するまでは、過度な最適化する必要がないというか、するとなんか可読性下がるので、まずは読みやすい方を選んで、で、次に読みやすくかつバグが起きにくい方を選びます。なので、バグが起きにくいのはどちらかというと、こっちの方が多分、その皆さんが書いた時の意図通りに動くことが多いんです。こっちの場合はそのコピー発生してうっかりなんか、コピーしたやつをいじって元の方に反映されないところが多いので、まあできれば、上で書ける場合は上で書いた方がいいかなと思います。私も結構上で書きます。はい、続いて、少し関連で確認したいですが、レンジは配列でもスライスでもどちらでも使えます。はい、配列でもスライスでも使えます。ちなみにマップも使えますし、チャンネルも使えます。はい、じゃあ次に行きましょうかね。はい、スライスの初期化については、0値はニールですと。で、初期化については、メイクという関数で初期化できますと。で、メイクで初期化する場合はですね、長さとキャパシティを渡して初期化します。で、まあ、後でちょっとどんなことが起きているのかっていうのは、配列を使ってこう疑似的に表現してみますので、ちょっと一回こっちに下に移りましょうと。これをスライスリテラルですね。さっきここに点々点書いてありますけど、この点々点なくすとですね、スライスになります。配列じゃなくてスライスですと。後ろで10、20、30、40、50という、配列が作られて、その端から端までを見るようなスライスが自動的に作られます。まあ、似たような形で、配列の初期化と似たような形で、まあ、添え字を指定して、初期化するということもできますと。で、このメイク30って書いた場合何が起きてるかというと、まあ、これ疑似的なやつですね。全く同じとは限らないです。大体同じだと思ってください。配列をまず作ります。配列は、ここで指定した長さ10の配列を作りますと。イントの10ですね。で、それの、ここに3って書いてあるので、0から3を、指定して、まあ、要するに01、012までを見るような、スライスを作りますと。でちなみにこの先頭の0っていうのはスライス演算の場合こう省略できるので、コロン3って書いても OK です。で、スライスリテラルの場合ですね、まず、配列リテラルで配列を作ってあげて、配列リテラルで配列作ってあげて、で、それの、0番目から5番目、先頭から端までを、切り取る形で、スライスを作ってあげます。っていうのが大体同じ種類ですね。この上に書いたやつと下に書いたやつ。で、スライス演算の、端から端の場合、先頭の端もこうやって省略できましたけど、後ろの端も省略できて、両方省略するとコロンだけが残るという形になります。たまにこれ見ますけど、これなんじゃろかいと思うかもしれないですけど、これも省略してるという意味ですね。はい。続いて、スライスの操作ですね。スライスの操作に関しては、まあ、ほとんど配列と一緒ですと。要素へのアクセスや、長さも一緒ですと。違うのはこの2つですね。アペンドと、キャパシティですね。キャパシティは容量を取ってくるやつですと。キャップっていう関数を使います。で、アペンドに関しては、要素を追加します。第一引数がスライス。第二引数以降が、追加した要素になります。で、戻り値としてスライスが返ってくるので、必ずこれは代入してくださいと。このスライスとこのスライスを別にすると、すごいバグが発生する可能性があるので、必ず一緒にしておきましょう。スライス完全理解したって場合に限って、まあ、よく挙動が分かっている場合だけ、こことここを変えてもいいんですけど、基本的には変えないでおきましょう。で、アペンドというのはですね、要素を後ろに追加するということをやります。で、要素を後ろに追加する際にですね、2つ挙動がありますと。まず1つ目が、容量が十分に足りている場合。その場合はですね、新しい要素をその後ろにある配列にコピーしてあげて、で、
レンをその増やした要素分加算すれば OK ですと。ただ、容量が足りない場合は、後ろに足したくてもですね、足せないので、元のおよそ2倍の容量の配列を、確保し直します。で、配列へのポインターを貼り直してですね、元の配列から、要素をすべてコピーして、で、その上で後ろの方に新しい要素をコピーしますと。で、レンもキャップも変わるので、レンとキャップを更新しますという、この処理をすることによって、アペンドで後ろに、値が足せるということができるようになります。それでは、アペンドの挙動、追っていきましょうと。まずちょっと、頭の体操で、はい。これちょっと実行してみましょうかね。実行したらここに書いてあるのと同じになりますけど。こうなりますと。ちょっと、こうなりますって書いたらなんか、わかりづらいんで。じゃあ、消しておきましょうと。こうした場合、C の要素はどうなりますかと。C の要素どうなりますかと。A にスライス10、20を入れますと。で、A にアペンドして30を付け出しますと。本当は A で受け取った方がいいんですけど、これはちょっと、説明のために B で受け取ってますと。同じように B に40を足して、C に入れてますと。で、B に200を入れて、B の1に200を入れて C を出力すると。ポンとやってみましょう。そうすると、10、200、30、40というふうに出ましたと。はい、じゃあ、A はどうなってるか。ちょっと C 使ってないところありました。B はどうなってるのか。C はどうなってるのか。っていうのを出してみると、A は10、20で何も変わってないですと。で、B は10、230っていう感じですね。後ろに40足されてないですと。で、こっちは、後ろに40が足されている状態ですと。おや、なんで A のここの2番目の要素だけ200になってないのかっていうのがちょっと疑問かなと思いますので、ちょっとこれを説明していきますと。はい。これちょっと、さっきのやつを書いてありますね。まず、最初の段階で、この A の段階で、ここの、イントの、イントのスライスのリテラル、スライスリテラルを、書きます。10、20というやつですね。これどうなるかというと、まず配列が確保されて、10番地という場所に10、20という値で、作られますと。で、A はスライスなので、このその配列を指しているような、スライスになります。10番地を指しているようなスライスになって、レンもキャップも2の状態ですね。長さが2で、後ろにはもう拡張できないので、キャップも2です。という状況ですと。そいつに対してアペンド A の30とすると、何が起きるかというと、キャパシティが1個要素30を足すためにここにキャパシティが足りないですと。じゃあどうするかという
と、およそ2倍、まあ、ここでは2倍にしておきましょう。2倍の配列、新しい20番地というメモリ上の場所に、長さ2倍、要するに、長さ4の配列を確保しますと。そうすると、ここにこうバーっと、あれこれさっきとちょっと若干違いますね。ごめんなさい。ここの10、20って値をここにピーとコピーしますと。で、新しく追加された値30をコンピュッと追加します。で、ここは、0のまんまですと。で、今回は、B はですね、20番地を指して、かつ長さが3ですと。こっからここまでしか、0、1、2までしか見てませんと。で、キャパシティは1個増やせる余地があるので、4になっていますと。はい。で、この段階で、これちょっとさっきの実行したやつ若干違いますね。ごめんなさい。ここ、B にした段階で、ここで、これがありましたね。なんかちょっとおかしいなと思ったんですね。はい。この A だけが100になっているところもちょっとおかしなところですね。はい。で、A の0を100にしました。A の0っていうのは、A はポインターが10番地なので、こうピューって見に行きますと。で、0を見ると、ここですね。この10を100に変えますと。はい。変えました。そうすると、B を見ていくと、B は、こっちですね。で、0番目見ましょう。10のまんまです。なので、A の0番目をいくら変えたとしても、まあ、B の方はポイントが書き換わっているので、こっちの方見に行かずにこっち見に行きます。なので、B 表示すると、10、20、30という感じになります。じゃあ続いて C。B に40を追加しますと。B に40を追加すると、今回はキャパシティが4なので、1個追加しようとしても足りますよね。なので、単純に後ろの値、この0のところ40に変えればいいだけです。これがこの3のところですね。で、さらに B の1を200に変えます。B はポインターが20番地ですね。なので、ここからこう辿っていきます。そいつの1番目、ここを100に変えましたと。で、ここが4番目です。この丸括弧4のところです。で、最後に C を出力します。C はポインターが20番地を指しているので、こうピューと見に行きますと。で、要素が4つ並んでいて、最初が10、次が20、じゃなくて200ですね。ごめんなさい。これなんか若干間違ってますね。これですね。ごめんなさい。これ200。で、30、40ですね。10、200、30、40が出てますという形で、処理がされますと。なので、スライスのアペンドをした際に、こうやってここのスライスとここのスライスの変数を変えてしまうとですね、こんな感じで、A に0を入れて、まあ、ここの B とか C についても、ここの値を100にしたつもりでも、なんかしれっと、配列が再確保し直されてて、元の値を見に行けなくなってしまってるみたいなことがありえますので、アペンドをする際は必ず同じ変数で受けてください。はい。で、ここで分かるように、アペンドをするとですね、配列が再確保される可能性がありますと。で、2倍ずつ増えていって、1024を超えたら、今度は4分の1ずつ増えていきます。これは別にまあ、いい感じに増えるように、こう、設計されているだけなので、まあ、なんか、必ずしも最適化された値ではない、増え方ではないですし、あらかじめ1万要素を、追加する予定があるっていう場合はですね、必ず、初期化する際にですね、ここの、ごめんなさい。ちょっとスライドが見えてなかったですね。ごめんなさい。
私が下にやっちゃったせいだと思います。ごめんなさい。ここのキャパシティをちゃんと指定してあげてください。長さは0でもいいんですけど、キャパシティが分かっている場合、将来アペンドされる予定の数が分かっている場合、キャパシティをちゃんと指定してください。そうしないと無駄に配列の確保が走ってしまいますので、かなり危険ですね。この質問すごいいい質問ですね。どうしてアペンドの戻り値を返すようになっているのでしょうかという質問ですね。これ、アペンドが戻り値を返さない場合を考えてみましょう。戻り値を返さない場合っていうのは、どういうことかと。実際にどうやったらわかるかっていうと、アペンドを作ってみましょうという話になります。で、アペンドを作ってみましょうという話はですね、この記事に書いてるんですけど、ちょっと難しい話するので、ついていけないなと思った方はですね、なんか好きな音楽でも聴いといてください。難しい話しますので、ここでなんかわかんなくなっても、まあ、気にしないでください。まず、スライスっていうのは、Go も、Go 自体も Go 言語で書かれてます。なので、スライス自体も、Go 言語で表現されてるんですけど、どうやって表現されているかっていうと、こういう構造体で表現されています。Go 自体も Go で作らなきゃいけないので、スライス自体も Go のデータ構造で定義しないといけない。なので、スライスはどうやって定義されているかというと、さっきの図に出てきたポインターとレントキャップですと。構造体です。内部では構造体で扱われています。じゃあ、アペンドを作ってみましょうと。この辺ちょっとバーっと省略しますけど、アペンド、さっきの構造体と同じやつですね、これ。リフレクトパッケージのスライスヘッダーってやつが、さっきと同じ、これと同じ構造のやつですね。ここにありますね。同じですね。なので、アペンドを考えてみましょう。ここに構造体がやってきます。で、後ろに要素がやってきます。でも、ここに返さない場合、どうなるのかなと考えてあげると、さっきの4のレンジと一緒ですね。いくらレンとかキャップの値を変えたとしても、ここに渡されてくるのはコピーなんですよね。コピーが渡されて、コピーをいじって、はい、終わりにすると、何の影響もないんですよね。戻り値には。戻り値っていうか、その呼び出し元には。ちょっとじゃあ、疑似的にちょっとやってみましょうか。なんかちょっとタイプまだ定義できてないので、じゃあ、関数1個作ってみましょうと。関数もまだやってないですけど、アペンドと。n を加算するようなやつをやってみましょうと。アペンド。で、加算する値を n もらっていきましょうと。スライスじゃないですね。ごめんなさい。なんか v とかにしましょう。で、v の n にプラスイコール n をするというような関数を作ってみましょうと。なので v を、ここでもストラクト n イントにしておいて、n を100にしましょうと。で、関数 f に渡してあげましょうと。10を追加してあげましょうと。結果 v を出してみましょう。間違えましたね。ごめんなさい。タイプしてますね。はい。100から10加算されてないですよね。なんでかというと、ここで一生懸命いじってるんですね。この V の中に入ってるこの N が100の
構造体のコピーがこっちに来ますと。なので、コピーに対していくら何やっても元の方には影響ないんですよね。なので、アペンドも同じことが起きます。でもしこの結果を返したかったらですね、ポインターにするまたは、戻り値で返しますと。そうして、こうしましょうと。リターンがないから怒られて。そうするとちゃんと、更新されてますよね。これですね。これと同じです。これと同じなので、ポインターを扱ってないので、ポインターっていうのはあまりね、頻繁に扱うと、良くないので、あの、ポインターを使ってないと思いますけど、ポインターを使ってない場合はですね、戻り値で返すしかないので、戻り値を受け取っていますというのがこの質問に対する回答ですね。はい、そうですね。一番上の書いてる方はそうですね。変数を関数に渡すイコール変数のコピーをそうですね。それで問題ないです。なので、戻り値として返ってくる。レンとかキャップを同じように、ここでいう N と同じように変更したりするので、それをそのまんまにしておくと、さっきのような問題が起きるので、こういったなんか意図に反するような動きをしてしまうので、必ず上書きしてくださいと。はい。大丈夫かな。これで多分ですね。はい。じゃあ続きをいきましょうかね。配列スライスへのスライス演算ですね。配列に対してもスライス演算できますけど、スライスに対してもスライス演算はできます。まず、NS に10、20、30、40、50という、スライスを入れます。で、N に2と4という値を入れておきます。ちなみに、しれっと使ってますけど、こうやってカンマ区切りで値を代にすることは可能です。これはですね、N に2、M に4が入ってますね。これ2行にするのをサボっただけなので、あんま気にしないでください。で、NS カッコ、N コロンってすると、30、40、50ですね。N のところが2なので、こっからここまでですね。を、切り取った形になりますと。N 番目以降のスライスを取得すると。で、先頭から M-1 番目のやつを取ってくる場合、先頭から4番目ですね。0、1、2、3、4の1個手前なので、ここまでですね。これはこういうふうにしますと。で、キャパシティを指定する場合、これ今、先頭と、末を指定しているんですけど、さらにそこからキャパシティを指定する場合もできますと。そうすると、これだと、M-1 番目までを切り取って、かつ、キャパシティも M-1 番目まででトリムしてくださいよっていうのがこれです。こうすることによって、後ろに無駄な、長さの配列があった場合にトリミングしてくれます。これどういう時に使うかっていうとですね、これちょっとやってみましょう。例えば、ですね、めっちゃでかいヒントの配列を用意してあげて、それのほんの先っぽだけをこうピョッと取ってあげますね。100だとなんかちょっと多い気がしますね。10とかしてあげると。そうするとどうなるかっていうと、もう10のほんと先端しか取ってない状態になってますけど、レンとキャップを見てあげましょうと。そうすると、レーンは10なんですけど、キャパシティがめっちゃでかいですよね。で、さっき言った通り、これを関数に渡すと、このなんだろう、
1、10、100、1000万、10万、100万ぐらいかな。でかい長さを、配列をそのままコピーして渡すことになります。めちゃくちゃなんか、なんだろ無駄にデータのコピーが発生しますので、こんなでかいやつからこんなちょぴっとだけ作りたい場合はですね、ここのトリミングしてあげた方がいいよねっていうので、こうやります。そうすると、こうやってトリミングされて、配列は新しく作り直されるんですけど、その分、ちっちゃくなるので、変数代入とかする場合にですね、無駄なコピーが発生しないという利点があります。スライス A のスライス、そうですね、スライス A に対してスライス演算すると、元のそのスライス A が持っての後ろにある配列と同じ場所の配列を指します。基本的にキャップ、ですね、キャップ指定するとですね、コピーが発生するんで、なんかめちゃくちゃでかい場合以外はキャップ指定しなくてもいいです。そのコピーとそれをそのまんまにしておくコストとのをこう比べて、コピーの方がコストが安い場合はそのままにした方がいいです。配列の再確保の方がコピーよりか、なんだろ十分、ペイできるという。これだと、要素が10と1、なんか100万とかだと、10の方が明らかに少ないので、配列の要素10の配列を再確保した方が、明らかにコスパがいいので、10確保するように、こうやってキャパシティを指定しています。で、こっち側の質問に答えますと、例えばA というスライスを作ってあげて、10、20、30と入れてあげますと。で、B に、これまたコンパイラーですね。で、A の、1番目取りましょう。これは10、20ですね。ちょっと念のため出しておきましょう。出てますね。あれ ?10、ごめんなさい。これ間違いですね。2ですね。ごめんなさい。はい、こんな感じになってますと。はい。じゃあ、A の要素0に対して100を入れた場合にどうなるかで分かりますよね。こうすると、こいつスライスですね。A もスライス。そいつに対してスライス演算すると、同じ配列を見に行きます。なので、A の値を変えるとですね、B の方にもこうやって影響がありますね。こっちが A です。こっちも B です。なので、後ろに必ず配列がいて、どの配列を見てるかっていうのが結構重要になるので、意識しながらコードを書くといいかなと思います。はい。はい、じゃあ、このスライストリックってやつ、これちょっとここはそんなに、たくさん説明しないですけど、スライスに関して今アペンドしかないので、アペンドとスライス演算しかないので、なんか大したことできなさそうだなと思うかもしれないですけど、実はこの Go の Wiki にですね、スライストリックというページがあって、こうやってインサートができますよとかいっぱい書いてます。ちょっと代表的に、ちょっと削除についてこうやって書いてますけど、i から j 番目を削除する場合はこうやって書けますし、A のですね、A の i から j 番目を削除するのはこうやって書けますし、i 番目の要素を削除する場合はこうやって書けますと。正直、覚えてなくていいです。スライストリックっていうページがあって、見に行って、やればいいかなと思います。ありがとうございます。意外とこの Go の Wiki ですね、あんまり目立ってないですけど、いっぱい、いろんな情報書いてますので、気が向いたらちょっと目を通してもらえると。
この辺もいいかな。はい。じゃあ、続いてマップの話に移りたいかなと思います。マップはですね、キーと値をマッピングさせるような、ハッシュマップですね、要は。他の言語でいうハッシュマップと呼ばれるようなやつです。キーに使える値は、イコールイコールで比較できる値のみですと。で、ここではストリングになってますけど、イコールイコールで比較できる値、イントとか、構造体でも OK ですと。で、じゃあ逆に言うと、逆にその、キーにできない値何なのかっていうと、さっきやったスライスですね。こうやって、で、MS にもなんかこうやって入れますと。で、if ns イコールイコール ms。これいけそうですよね。コンパイル通らないです。なので、ns と ms を比較することは不可能ですね。ns が比較できるのは nil だけです。これとだけだったら OK。ちょっと ms 使ってないって怒られるんで、ちょっと消しますけど。はい。nil じゃないので OK 出ないですね。nil との比較のみだけ許されていますと。で、ちなみに、ここに、点々点と入れましょう。配列にしました。比較できるんですよね。配列は比較できます。スライスはダメですと。はい。じゃあ、ストラクト。ちょっと間違えましたね。in で、n。v1 と v2 を使って。はい。これで、こうしてあげるとどうなるかというと、ちゃんとできますね。構造体も比較可能です。ただ構造体については1個、注意点があって、例えばここを ns とかにして、イントのスライスにしてあげたとします。そうするとどうなっていくかというと、ここイントのスライスにしましたと。フィールドの1個がイントのスライスになりました。そうすると、比較が不可能になりました。これは何でかというと、構造体のフィールドに比較不可能なものがあった場合にダメですと。配列が比較できるのはですね、その値をそのまま比較できるからですね。こう、0番目の予想一緒、1番目の一緒、2番目一緒、3番目一緒と比較できるんですけど、スライスの場合はポインターを挟まってるので、ちょっと比較が単純にはできないっていう感じですね。何をもって OK にするのか難しくないですか？はい。長さも違いますしね。長さが違うのが一番大きいのかもしれないですね。イントのスライスって言っても長さ違うので、先頭だけぴったり一緒だったら OK なのかとか。フィールドにポインターを含む場合でも構造的比較できます。ポインターがまずイコールイコールとかで、比較できます。イコールイコールびっくりイコール使えますので比較可能です。なので、ポインターがフィールドに入っても大丈夫です。ちなみに、イントのスライスとかを、こうやって、配列を作りますと、何の要素ですかと。要素はイントのスライスです。という場合に、こうやって書けますよね。
まあ、めったに書かないですけど、これは比較不可能ですね。なんでかというと、まあ、配列なんだけど、要素がイントのスライスだからですね。だからダメです。っていうので、これの比較が可能なものだけが、マップのキーに持ってくれます。で、よ、まあ、なので、キーに、ストリングとかイントとか持ってこれるの知ってる方も結構多いんですけど、え構造体とかダメだと思い込んでる方もいますし、ポインターもダメだと思い込んでる方もいますけど、イコールイコールで比較できるので、構造体とかポインター大丈夫です。ただし、構造体の場合はフィールドに比較可能なものじゃないものがある場合はダメですと。スライスをどうしても比較したいときは4。そうですね。4ですね。4分で頑張ってください。で、マップの初期化ですね。マップの0値はニルになりますと。まあ、メイクで初期化するやつなので、0値はニルです。メイクで初期化することができるやつは、基本0値はニルと覚えておくといいと思います。ちなみに、あとチャンネルもメイクで初期化するタイプのデータ構造になっています。なので、メイクで初期化するのはスライス、マップ、チャンネルになります。はい。で、まあ、初期化する際には、型名を渡しますと。で、容量を渡すこともできます。この容量って何なのかっていうと、まあ、やはりマップの後ろにも配列がいるので、そいつの大きさを指定しておきます。なので、マップにこういくつかのキーをこう追加していく作業がある場合に、あらかじめ大体どのぐらいのサイズかっていうのが分かっている場合は、容量を指定してあげると、効率が良くなりますと。で、リテラルで初期化。マップリテラルもコンポジットリテラルの一つなので、型名書いて、要素を並べると。要素を並べる際にキーを指定して並べることもできますよという感じになっています。で、何も指定しない場合は空のマップができます。こうやってね。まあ、メイクのこれと一緒ですね。これとこれは一緒ですと。で、マップの操作。キーを指定してアクセスする場合は、まあ、これハイレスとかスライスとか似てますね。インデクサと呼ばれる鍵括弧でこうアクセスする方法ですね。ここの間に、キーを指定しますと。で、キーを指定して入力ですね。M の Z というキーに30を代入します。もし Z というキーが存在しなかったら新しく作られて30と、関連付けられます。なので、最初は XY しかないですけど、Z を足すと、XYZ の値ができますと。で、マップに、特定のマップにそのキーが存在するかどうか、指定したキーが存在するかどうかっていう確認ができます。どうやって確認するかというと、こうやってキーを指定するんですけど、2つ値をもらいます。で、もし存在していた場合は、1つ目の値に、その関連付けられているバリューが返ってきます。この場合は30を入れてあるので30返ってきます。で、ちゃんと返ってきた場合は、ここの OK っていう方には、true が返ってきます。ちなみにこの OK は別にただの変数名なんで何でも大丈夫です。カンマ OK 記法と呼ばれるので、まあ OK なんかこう、絶対 OK じゃないといけないと最初思うかもしれないですけど、これ何でもいいですと。まあ、イディオム的に OK にすることが多いです。で、キーを削除ですね。このマップからそのキーを削除。そのキーとそれに関連付けられている値を削除したい場合は、こうやってデリート関数というのを使います。第1引数にマップ、第2引数にキーを指定します。そうまあ、Z がM から消えてしまったので、それを確認するためにこうすると、N には0値、OK には、まあ、Z がなくなっているので、フォルスが返ってきます。で、この場合 N が0値なので、これ今、イントがバリューなので0が入っています。ちょっと動かしてみましょう。ね、最後のやつが0フォルスになっています。はい。で、ここのマップを、説明したことで、ちょっと0値のところで、マップを使うと便利だよって言ってたのやつの一つ。はい。
ワードカウント。なんか聞いたことありますね。ワードカウントは、カウント、マップ、ストリング。で、イント。こうしておきましょうと。例えば、犬のカウントが出てきた。犬っていう、ドッグっていうものが出てきて、そいつを、例えば、なんか適当にやりますよ。ストリングス、スプリット、S をスペースで区切って、それをちょっとレンジで、ぐるぐる回ります。スプリットは渡した文字列を第2引数で渡した文字列で区切ってスライスで文字列を返すやつですね。で、str コールなんかドッグキャットドッグみたいなの使った場合にカウンツで s のこうするだけでストリングスストリんドッグが4回出てきますね。はい、こんな感じでできますと。これ何が言いたいかっていうと、ドッグをまずゼロにドッグが入ってるかどうか確認して、入ってなかったらゼロを入れて、みたいなことでやってないですね。わかります？初期化してないです。ゼロ値で初期化されますので、ゼロ値で初期化っていうか、まずこのプラスプラスって何が起きてるかっていうと、ちょっとこれコメントアウトします。これと一緒なんですよね。イコールカウンツ。これと一緒ですね。このカウンツっていうのは、キーがない場合は0値を返します。なので、0を返します。キーがある場合はその値を返します。なので、わざわざ初期化せずに、使えますと。0っていう概念があるので、キーがなかったら0返ってくるので、0プラス1で1が入って、それを入れるので、いちいち、キーを初期化して回る必要がないです。多分事前のワードカウントのやつで、多分こうやってる人もいたと思います。こう、なんか、n、OK、カウンツ、s で、if、OK じゃなかったら、こうしてる人がいると思うんですけど、これいらないですね。この4行がこう、バーンと、この1行で進みますと。これ、ゼロ値の威力ですね。ゼロ値という概念があるおかげで、こういうことができますと。あとは、似たような感じで、フラグ。ここをブールにしてあげて、例えばこれにドッグ。ちょっとなんか、フラグにしとく。こうやってフラグ立てるときはこうやってやると。で、フラグを見るときはどうするかというと、こう。できますよね。これ全然違和感ない使い方ですね。ただ、これドッグじゃなくてキャットを見たい場合に、こうすれば十分なんですね。なんでかっていうと、なかった場合はゼロ値が返ってきます。ブールのゼロ値はフォルスですと。で、フラグを立てる場合に、基本的に何もない場合は、フォルスを使いますよね。なので、いちいち、その、こうやって、
うやって書く必要ないです。はい。気づきました。ゼロ値入るの超便利なんですよ。なんか結構ゼロ値軽視されがちなんですけど、ゼロ値っていう概念は Go 言語の中で結構重要なファクターの一つだと思ってます。めっちゃ便利です。なのでゼロ値、だんだんこのゼロ値のすごいなって思うのを馴染んでくるとですね、ゼロ値を使ってないコードを見るとうーっていう気持ちになります。ゼロ値使ってないコード、例えばこういうやつですね。1から10までの合計を求めるという場合に、こういうやつ。非常に正しそうなんですけど、別にこれでも何か問題があるかとは問題ないんですけど、これ無駄ですよね。もうゼロに入ってるものに対してさらにゼロを入れてるってなんか無意味なことやってる気持ちになるので、こうやって書けますんで、ゼロ値で扱いたくなったらこうやってだんだん体がこういう風に書くようになってきます。ちょっとだいぶ話がそれてしまった。ですけど、ゼロ値ってすごい便利ですね。そう、語源心離れられない。そうですね。シンプルなんですよね。この辺がシンプルって言われるところのゆえんの一つなんですよね。はい。コンポジット型を要素にする。今までちょっとコンポジット型をいくつか説明してきましたけど、しれっと話しましたけど、コンポジット型を要素にとして持つコンポジット型を作るってことが、できるかできないか、ちょっと私じゃあですね、聞きます。できるかできないかというとできます。で、よく聞かれるのが、二次元スライスってできますかっていう質問がよく聞かれます。でも、よく考えると、できて当然なんですよね。なんでかっていうと、私がスライスの説明したときには、スライスの型リテラルでどう書きますかって書くと言うと、この鍵括弧があって、その後ろに型を書くと言いました。で、変数を説明するときに、bar n、int みたいな感じの最後の int のところには型リテラルが書けると言いました。つまり、この、この部分、鍵括弧 int のところも型なんですよね。なので、鍵括弧の後ろに型を書くの OK って言ってるんだから、これも OK なんですね。ちょっと言ってることがわかるかな。はい。これ、コンパイル取りますかみたいな、クイズを出すことが多いんですけど、これはね、秒でわかります。コンパイルできます。なんでかっていうと、ここの部分別に、この鍵括弧の後ろは型で OK なわけですね。なのでこいつが型で成り立つかどうかを考えればいいと。じゃあちょっとハテナにしてみて、じゃあこういうのが成り立つかって言われると、成り立つよねと。成り立つかないや、ちょっとわかんない、ね。じゃあここが型として成り立てば成り立ちそう。このハテナにしとこうと。じゃあこれはってガーってやっていくと、そのうちこうなりますよね。でこれちょっと省略します。これから型として成り立つんだと。成り立つ気がしますよね。じゃあ、この前にこれつけても成り立ちますよね。じゃあこの前にこれつけても成り立つ、成り立つ、成り立つってやっていくと、最終的にさっきの長いやつも OK になってくるわけですね。なので、ちゃんと文法として、ここの部分は任意の型で OK って言われてるんだから、これも OK ですよ。でここは任意の型と呼んでるんだったら、これも OK ですよねっていう形になります。なので、コンポジット型を特別扱いしない、イント型を特別扱いしないということを結構、ちゃんと理解する上では重要です。イント型で成り立っているのに、コンポジット型に成り立たないというのはほぼないです
まあ、足し算とかできないですけど。まあ、ちなみにポインターのポインターもありますかってよく聞かれるんですけど、当然できますと。はい、同様に、マップの値がスライスの場合もできますね。で、これもできますかって聞かれたりとか、これをできること知らない人も結構いますけど、構造体のフィールドが、の型が構造体、かつ、カタリテラって記述するっていうのはできますか？そう当然できますと。イント型ができるのに構造体ができないわけないでしょっていう感じですね。なので、結構、初学者の場合はですね、今まで見慣れてる型とか、そういったものを特別扱いするパターンが多いです。別に、あの、構造体とかスライスとかマップも、そのイント型とか文字列型の仲間に入れてあげてほしいなという感じはしますね。なので、1ができたら N もできるって感じですね。できないすることの方が難しいという形になりますので、当然要素にできますと。はい。ちょっとユーザー定義型やってる時間なさそうかなと思いますので、ここから先は、来週にしようかな。いや、そんなことはない。やりましょう。ユーザー定義型をやりましょう。ユーザー定義型。これユーザー定義型やらずに今まで説明するのは結構難しかったんですけど、安易にユーザー定義型を最初に説明しなかった理由としては、多くの、その、入門書でユーザー定義型を説明する際にこれを説明するんですよね。構造体はこうやって定義すると説明します。まあ、間違いじゃないんですけど、構造体をこうやって定義しますね。ちょっとなんか、ちょっと盛りすぎで、正しく言うと、型を定義しています。それがたまたま構造体ですというだけなんですよね。なので、型を定義する際には、まずタイプというキーワードをつけて、その後ろに定義したい型を書きます。その後ろに規定型と呼ばれる、この新しく作りたい型の元になるものを書きますと。で、元になるこの型っていうのは、名前のついた型でも OK だし、別のパッケージの型でも OK だし、型リテラルでも OK なんですよね。なので、構造体型しか定義できないと思ってる場合は、それはちょっと誤りです。イント型をベースにして新しい型を定義したりとかすることは可能です。はい。で、ユーザー定義型で定義した型と、規定型とユーザー定義型の、関係なんですけど、この2つはですね、相互キャストが可能です。イント型をベースにして、マイイントという型を作りましたと。で、N っていうイント型の変数に100を入れて、で、N をマイイントでキャストします。キャストこれでしたよね。で、代入してあげると、M はマイイント型になります。マイイント型からイント型にキャストすることが可能です。キャストが可能なだけで、演算は不可能です。もし一緒にキャストしたかったら、ちゃんとキャストしてあげてください。で、型なし定数からの明示的なキャストは不要です。例えば、このタイムセコンドっていう、これ定数なんですけど、こいつは、タイムデュレーション型ですと。で、10は、整数ですけど、型なしの定数ですと。もし、キャストしなきゃいけない場合は、こいつもタイムデュレーション型にキャストしなきゃいけないんですけど、10って値は、このタイムデュレーション型がベースにしている int64 にキャスト可能です。なので、定数に限ってはこうやって吉名にやってくれます。いちいちキャストいらないです。Go の、定数はですね、これができるから、すごい柔軟で簡単に扱います。はい。ちょっとこの問題はですね、ぜひちょっとやってみてください。型エリアス。これはですね、Go1.9 から入った機能で、さっきの、ユーザー定義型に非常に似てるんですけど、これはですね、型エイリアスと言われるものなので、完全に同じ型ですね。さっきのは別の型になりますけど、さっきとの違いはですね、この間にイコールが入っていることですね。で、こいつはですね、ちょっとややこしいですけど、
あんまり使わないです。もしかしたら、ジェネリクスが入ったら使うことがあるかもしれないですけど、基本的にはあんま使わないです。全く同じ型を別名にするための機能です。これはですね、またちょっとコンテキストのところで説明しようかなと思いますけど、大規模なリファクタリングをするときに使うものですと。名前を変えておきたいとか、あとはなんか古いものを新しいものとして参照するみたいな、そういった、形でちょっと大規模なリファクタリングに使います。なので、まあ、基本的には、通常開発している中でそんな使わないですと。あとでかいリファクタリングと、あとはですね、テストでもたまに使います。これも、テストの時にまた説明します。なので、そういうものがあるんだと、ここにイコールつけると別物だなっていう、ちょっと言い方がちょっとまずかったですね。型としては同じものなんですけど、さっきのタイプの定義とは、こいつとは別の文法だってことを覚えておいてください。